おはようございます。今回はミキシング改造とかいうのをしていこうかなと思います。じゃあ、よーい、スタート。というわけで今回素体にしていくのは HGCE フリーダムガンダムでございます。説明不要、ガンダムシード、キラヤマトの登場機なんですけども、舞い降りる翼でミーティア流しながら登場するとことかは名シーンですよね。ストフリかフリーダム、どっちを選ぶかと言われたら自分はフリーダムですね。今回はこのフリーダムガンダムと HGAC ウィングガンダムゼロをミキシングしてオリジナルガンプラを作ってみたいと思います。主役機と主役機混ぜてめっちゃかっこよくしようぜみたいな感じのミキシングやね。今回のミキシング改造ではフリーダムとウィングゼロ両方の特徴を保ちつつオリジナル味を出していくといった方針で作っていきます。じゃあさっさと始めていきますわ。まずは頭部、ウィングゼロの頭、尖り気味なのがいいですよね。こちらのフリーダムの頭部にウィングゼロの頭部パーツを移植してウィングゼロっぽさを出していこうと思います。なんかめちゃくちゃな日本語言ってる気がする。ウィングゼロの頭部パーツから両サイドのフィンを切り取りヤスリで成形。その後フリーダムの頭部に接着してあげます。さらにアンテナパーツの真ん中のメインカメラ部分、こちらもニッパーで切り取ったり成形したりした後フリーダムの方に移植してあげます。移植といってもくっつけるだけなんですけどね。にへら最終的にはこんな感じ。とんでもなく大雑把な気がしないでもないですが、それっぽくできたのでよしとしましょう。当チャンネルはそういう感じでガンプラ作ります。次は肩と腕部。こちらはウィングゼロの肩と腕をそのまま流用していきます。ただこの腕部そのままだとフリーダムの腕に比べて若干短くバランスが悪い感じがしたので少しだけいじってやります。フリーダムの腕部の手首部分をカットソーで切断。そのままウィングゼロ側の腕に接着して足りない長さの分延長してやります。とりあえずこんな感じ。最近の HG は内部フレームでの組み立てが多いのでこういった延長方法も楽ちんでいいんじゃないかなと思います。ちなみに肩の丸モールドは全て取り外しておりまして接続部分もポリパテで埋めてしまいました。ここない方がフリーダムに似合うかななんて思ったんですよね。次はバックパック。よく考えたらどっちも翼生えてますね。こちらもウィングゼロのバックパックをそのまま流用していくのですがフリーダム要素も付け加えたいので両方のパーツをいい感じにミキシングしていきます。ウィングゼロの翼部の裏側にフリーダムのパーツを貼り付け裏側のスカスカな部分を覆い隠すように位置調整をした後接着していきます。とりあえずこんな感じ。そのまま貼り付けただけなんですが意外といい感じにかっこよくなっちゃいましたね。実際に装着してみます。ウィングゼロの翼って結構短いなと思っていたのですがこうやってフリーダムの翼部と組み合わせてみると結構ヒロイックな感じになって良くなった気がしますね。続いて脚部。こちらもフリーダムの脚部をベースにウィングゼロの膝パーツを流用してそれっぽい感じにしていきます。ウィングゼロの膝パーツをフリーダム側の脚部に接着。大雑把に位置を決めた後エポキシパテでパーツの隙間を埋めていきます。この作業結構好きですね。エポキシが乾燥しましたらヤスリやらなんやらで成形していきます。エポキシパテをよく使うようになってから240番のヤスリの減りが早くなった気がしますね。最終的にはこんな感じ。全体的なラインも違和感なくまとめることができたのですが、見た目ののっぺり感が若干気になったので後ほどディテールを追加してあげようと思います。最後は武器。こちらはウィングゼロのツインバスターライフルをベースに改造していきます。使っていくのはフリーダムのパラエーナプラズマ収束ビーム砲。翼部ばらしたので余ったんですよね。こちらをライフルと混ぜましてめちゃくちゃ強そうな感じの武器にしていきます。パラエーナとバスターライフルをそれぞれちょうどいい感じのところでカット。接着する位置の調整を繰り返しつつ貼り付けていきます。最終的にはこんな感じ。名付けてツインパラエーナバスターライフル。一応形にはなったんですが見た目がとんでもなく頭の悪いビジュアルになってしまいましたね。ちゃんと合体させることも可能です。よく考えたらパラエーナをライフルみたいに連発できるのやばいんじゃないか。はい、というわけでフリーダムとウィングゼロ全ての改造を終えたものがこちら。
全体的にシンプルな感じにまとまってしまいましたが、いい感じに2機の特徴が混ざったガンプラになっとるのではないでしょうか。ちょっと時間がなかったので手を入れることができなかったのですが、もう少し余裕があればフリーダムの局部にゼロシステムの丸レンズ、あれを仕込みたかったですね。それでこそフリーダム×ウィングゼロの改造と言えるのではないでしょうか。今思うとすごく惜しいことをした。じゃあ今回の改造編はここまで。ここからは塗装編やっていきます。はい、とりあえずフリーダムとウィングゼロパーツの方を洗いましたら、俺はあと何パーツ乾かせばいいこと、山善の食器乾燥機で乾燥させます。お前を乾かす。パーツを洗浄しましてサーフェイサーを拭き終わりましたら、次は本塗装の方やっていきます。今回の塗装レシピはこんな感じ。全体的にウィングゼロに近い配色にしつつも青を中心の色合いにすることでフリーダムらしさも醸し出したカラーリングにしてみました。意外とフリーダムもこういう王道トリコロールが似合う機体なんですよね。本塗装が終わりましたら、次は墨入れと部分塗装をやっていく予定だったんですが、なぜか墨入れパートの動画が1秒しか録画されていませんでした。なので今回はフルカットです。いっつも適当に流してるし、いっか。なわけで墨入れと部分塗装が終わりましたら、パーツ全体に艶消しクリアを吹き回して完成にしたいと思います。ここも取り忘れた。すまん。マジです。というわけでフリーダムとウィングゼロ完成編の方へどうぞ。というわけで、ウィングフリーダムガンダムゼロでした。名前は単純にウィングゼロでフリーダムをサンドイッチしただけ。今回の改造は主人公機と主人公機をミキシングすることで新しいかっこよさを出してみるといったことに挑戦してみたんですが、いかがでしたでしょうか。個人的に量産型作る方が好きではあるんですが、こういったド直球のかっこいいミキシング改造も良いですね。というわけで今回の動画はここまで。次回の動画があればたまた気が向いたら押してください。すいませんでした。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。